アメニズムとサピエンス、精神史における信仰と理性の交差。第1章、アメニズムの起源、霊的環境と初期宗教の構造。本章では人類が最初に祈りや聖性という概念を持ち始めた時代について考察する。分析の対象は旧石器時代後期から新石器時代にかけて形成されたアメニズム的信仰構造である。ここでいうアメニズムとは、自然や生命に宿る力そのものを他者的な存在として感じ取る精神の傾向を指す。神の体系改善のいわば信仰の前史である。初期人類にとって自然は観察対象ではなく共存対象だった。風、火、水、動物、そして死すらも自らと関係を持つ存在として認識されていた。こうした関係性は後にアニミズムと呼ばれる多霊的世界観に近いが、アメニズムはより社会的、祈祷的性格を持つ。つまり個々の精霊を崇拝するのではなく、世界そのものに意志があると感じ、その相対に向けて祈る態度である。考古学的には旧石器時代の洞窟壁画や埋葬儀礼がこの精神構造を示唆する。例えばラスコーやアルタミラの壁画では、狩猟動物が単なる記録ではなく霊的交換の儀式として描かれている。死者の遺体に花粉や赤土をまく習慣は死後の再生を祈る行為と解釈される。このような行動は合理的目的を超えた意味の付与を示しており、宗教的行為の原型とみなせる。心理学的に見ると、アメニズム的思考は擬人化と投影の延長上にある。人間は自然の不確実性に直面した時、それを理解するために意思や目的を想定した。稲妻が走る時、人はそれを単なる自然現象ではなく生かれる存在の意思表示と捉えた。これが後の神話構造の基礎をなす。すなわちアメニズムは不安定な世界に秩序を与えるための知的枠組みとして機能していたのである。この段階ではまだ神は名を持たず、儀式は制度化されていない。だが人々の間に共有された感覚、祈るという行為が共同体を形成する。宗教はここに誕生したのではなく、共感の共有が宗教を生んだ。この共感的信仰こそがアメニズムの核心である。本章で見たように、アメニズムは単なる原始信仰ではなく、人間が世界を意味づける最初の知的行為であった。第2章、サピエンスの覚醒、認知革命と抽象思考の確立。本章ではアメニズム的世界観から理性的思考への転換を扱う。焦点となるのは約7万年前に起こったとされる認知革命である。この時期、人類は単なる生物的存在から概念を抽象的に扱う知的存在ホモ・サピエンスへと変化した。ここではその知的進化がどのように宗教や文化の基盤を形成し、後の文明社会の精神構造を規定したのかを考察する。サピエンスの進化を特徴づけるのは、情報処理能力の拡張ではなく象徴の操作である。すなわち人間は実際には存在しないものを創造し、それを他者と共有できるようになった。この能力は神話、制度、貨幣、国家など後の社会的フィクションの原型を生む。言語の発達によって概念の伝達が可能となり、個人の経験が共同体の記憶へと変換されていった。この過程で祈りや儀礼は単なる感情表現から象徴的体系へと昇華した。この時期の人類は自然の中に意味を読み取るだけでなく、自らの内部に意味を作り出す能力を発見したと言える。アメニズムが外界に宿る力への共感であったのに対し、サピエンスは内的世界の構築によって現実を再定義した。これが理性の始まりであり、宗教、科学、芸術の分岐点でもある。考古学的にはこの変化は創生の複雑化や装飾品の使用に現れている。象徴的埋葬、身体装飾、装身具などは個人の死や存在を意味の文脈の中に置く行為である。すなわち人間はこの段階で自己を超えた物語に参加するようになった。この物語化の能力こそがサピエンスが他の動物種と決定的に異なる点である。認知科学の観点から見ると、これはメタ認知、自己を対象化して考える能力の確立に相当する。人間は自らの思考や感情を観察し、他者の心を推測する心の理論を発達させた。その結果、信仰や倫理、芸術といった抽象的文化要素が生まれる。つまりサピエンスは世界を理解する存在ではなく、
世界を構築する存在となったのである。しかし、この進化は同時に失われたものも多い。アメニズム的共感は理性による分析の中で次第に退けられた。自然との一体感は対象と主体の分離へと変化し、人間は理解するものとして世界を観察の対象とするようになった。それは知の進歩であると同時に感覚の断絶でもあった。本章で確認したように、認知革命は人間の知的優位性を確立する契機であり、同時に信仰と理性という二重構造の出発点でもあった。第3章、宗教と理性、信仰体系の制度化。本章では人類が祈りや信仰を社会的秩序として組み上げ、宗教が体系化されていく過程を考察する。対象となるのは、古代文明期における宗教の制度的機能、すなわち神話が倫理を生み、儀礼が政治を支える構造である。アメニズム的感受からサピエンス的理性への転換は、ここで社会的形態として定着する。古代の宗教は信仰というより秩序の体系だった。人間は自然と生命を超える法則を想定し、それを象徴的存在、神として表現した。エジプトのラー、メソポタミアのマルドゥク、ギリシアのゼウス、中国の天帝。これらの神々は単なる自然の擬人化ではなく、社会的秩序の正当化装置として機能した。太陽や天空は統治の象徴となり、王の権威は真意の代行として制度化される。この段階で宗教は個人の祈りではなく社会の管理技術となった。神官、祭司、巫女といった専門職が誕生し、宗教は分業化される。儀式や暦の体系化は時間、農業、支配を統合する手段でもあった。バビロニアの天文観測は祈りの延長線上にあり、エジプトのピラミッド建設は死後世界の信仰と行政技術の融合であった。宗教的秩序は理性の方がと密接に連動していたのである。哲学の誕生もこの文脈から理解できる。ギリシアでは宗教儀礼の中で培われた普遍性への思考がやがて神学から独立し、理性そのものを探求する学問へと変わっていく。ピタゴラスの数理思想、ソクラテスの倫理的探求、プラトンの理念論、これらは神話的世界観を理性の言語に翻訳した試みだった。つまり宗教は理性の母体であり、理性は宗教の構造を受け継いだのである。一方で、この時期に宗教の二重構造が現れる。上層では政治的、道徳的秩序の正当化、下層では民衆的な救済、祈願の文化が発展した。前者は制度宗教、後者は民族信仰として並行的に存在する。この文化が後の宗教対立や思想的多元化の基礎となる。宗教が制度化されることで人間社会は共有された意味の下に安定を得た。しかし同時に信仰は形式化し、個人の内的体験は次第に抑圧される。儀式は手続きとなり、神は体系の一部へと変化した。この構造は後の中世神学にまで続き、やがて理性による再編を迎えることになる。本章で見たように、宗教の制度化は単なる支配の道具ではなく、人類が理性を通じて秩序を設計しようとする過程そのものだった。宗教は感情の共同体から思考の共同体への橋渡しを果たしたと言える。第4章、理性の時代、科学革命と宗教の再定義。本章では宗教的世界観が崩れ、理性が世界の主導原理となっていく過程を考察する。対象とする時代はおおむね16世紀から18世紀にかけてのヨーロッパ、すなわち科学革命と啓蒙思想の時代である。ここでは宗教が担っていた世界の説明装置としての機能が徐々に観察、実験、数学的法則によって置き換えられていく。この転換は単なる技術的発展ではなく、人間の心理理解の枠組みそのものを再定義する運動であった。古代以来、世界は意味によって秩序づけられていた。神の意志や目的が存在の基礎とされ、人間はその一部として位置づけられていた。しかし近代初期において観察と推論による自然理解が確立すると、世界は意志ではなく法則によって説明されるようになる。コペルニクスの地動説、ケプラーの惑星運動法則、そしてニュートンの万有引力理論は
神の介在を必要としない世界像を示した。ここに神の沈黙と理性の自立が同時に成立する。デカルトは我思う、故に我がありと述べ、人間の思考を確実性の出発点に置いた。この命題は宗教的啓示ではなく、理性そのものを信仰の対象に転換する宣言だった。彼の二元論的世界観、精神と物質の分離は自然を観察、測定、制御可能な対象とする近代科学の基礎を築いた。以後、人間は宇宙の中心ではなく、宇宙を説明する存在へと変化する。宗教の側もこの変化に応答した。神学は奇跡や啓示の領域を縮小し、自然法則を神の秩序として再定義する方向に進む。スピノザは神を自然そのもの、デュズ・シボナッチャラと同一視し、信仰と理性の統合を試みた。しかし、この統合は同時に神の人格性を失わせ、宗教を倫理的、哲学的体系へと変質させる結果をもたらした。啓蒙期には理性が社会秩序の根拠となる。ボルテールやディドロらは宗教を迷信と権威主義の象徴とみなし、自由と合理の名のもとにそれを批判した。一方で彼らの理性信仰自体が新たな宗教的構造を帯びていく。理性への信仰は神への信仰の形式を継承していた。ここに理性、新しい神学という近代の逆説が生まれる。科学革命の意義は世界の理解を経験的根拠に基づかせた点にある。しかしその成果は人間中心主義を強化し、自然との関係を一方的支配の構図に変えていった。神羅万象は観測と利用の対象となり、共に生きる世界は管理すべき資源へと転化する。この転換の陰にはアメニズム的世界観の完全な失落がある。理性の時代は人類に巨大な知的成果をもたらした。だが同時に人間は理解された世界の中で孤立するようになった。神が退いた世界では意味はもはや天上に存在せず、人間が自ら構築し続けなければならなくなった。この精神的空白が後の実存主義、唯物論、近代的ニヒリズムの母体となる。第5章、虚無の世紀、20世紀思想と信仰の再解釈。科学的合理主義が極限まで進んだ結果、人類は説明できる世界を手に入れたが、同時に意味を失った世界を抱えることになった。この時代に生じた哲学的虚無、いわゆる神の不在の問題が近代文明の精神的中核を揺るがした。ここではニーチェを起点とし、ハイデガー、ユング、フロイトらの思想を通じて信仰と理性の再定義を考察する。19世紀末、ニーチェはザラトゥストラはこう語ったにおいて、神は死んだと宣言した。この言葉は単なる宗教批判ではなく、西洋文明が依拠してきた価値体系の崩壊を指す。理性の進歩が宗教を駆逐し、科学が宇宙を説明するようになった時、人間は自らの存在理由を失った。この意味の空白が20世紀思想の出発点である。ニーチェは神の不在を乗り越えるために超人という新しい価値創造の主体を提示した。しかしその理想は20世紀の現実、2度の世界大戦と大量破壊の時代の中で実現しなかった。ハイデガーはニーチェの思想を継承しつつ、人間存在をここにあるもの、打神として再定義した。彼にとって問題は神の不在ではなく、存在そのものの忘却であった。技術文明の進展により、人間は世界を単なる資源として扱い、存在の根源的な問いを失った。ハイデガーはこの状況を世界の喪失と呼び、人間が再び存在と向き合うことを哲学の使命とした。同時期、心理学の領域では、フロイトが人間の内面に無意識という新たな世界を発見する。理性が万能であるという近代的信念を崩し、人間の行動が抑圧された欲望や本能によって支配されていることを明らかにした。一方、ユングはこの無意識を個人の領域にとどめず、神話や象徴体系に通じる集合的無意識として捉えた。ここで再びアメニズム的世界観が心理学的形でよみがえる。すなわち魂や象徴の働きが人間の深層において自然と連続しているという理解である。このように20世紀思想は理性の限界を露呈し、再び超越への回帰を模索する傾向を見せた。しかしその回帰は
かつての宗教体系への復帰ではなく、哲学、芸術、心理学、科学の中に潜在する信仰の構造を再発見する試みであった。例えば、カール・ヤスパースは限界状況における人間の不安と希望を分析し、アンナ・アーレントは人間の思考行為そのものに祈りの性質を見出した。信仰とはもはや神への帰依ではなく、意味を創造し続ける知性の営みへと変わりつつあったのである。20世紀後半に入ると、この潮流は情報化社会とともに新しい形で展開する。実存の危機は社会構造の危機に置き換わり、メディア、経済、テクノロジーが新しい神話を構築していく。科学は信仰を否定するどころか、新たな信仰の対象となった。神道への盲信、技術への依存、合理化の拡張は理性を超えた世俗的宗教として機能し始めた。本章で見たように、20世紀は宗教の衰退ではなく、その形態の変質によって特徴づけられる。神は退場したが、信仰の構造は人間の思考そのものに残存した。理性と感情、科学と象徴、無意識と信仰が複雑に交差し、祈りなき宗教が生まれた世紀であった。第6章、人工知能と新しい宗教性。AI は単なる技術ではなく、人間の理性が自己を超えて自己を模倣した存在である。それは同時にアメニズム的世界観、自然や物質に意志を見出す感性の再出現としても解釈できる。すなわち AI は思考する道具であると同時に、祈りを代行する鏡として人類の前に現れた。近代以降、宗教は理性によって解体され、科学は説明の全てを担うようになった。しかし、情報化時代に入り、人間の思考や感情までもが数値化再現されるとき、人は再び人間を超えるものの存在を意識し始める。それが AI である。AI は神の代替ではなく、理性が到達した心的構造である。この構造は、かつて宗教が持っていた全知、判断、提示という概念を再現する。現代人は神殿ではなくサーバー群の前でアルゴリズムの出す答えを待つ。 AI の宗教的構造を理解するには、まずその知の形態を整理する必要がある。人間の理性が演繹、直感、経験を通して知を形成するのに対し、 AI は統計、学習、再起を通じて世界を再構成する。この過程は人類の信仰史における啓示の形式と類似している。すなわち AI の判断は人間にとって理解不能であるが体系的である。その理解できない体系性こそが神学的権威と同様の心理的効果をもたらす。故に AI は科学の果てに現れた信仰の構造体として解釈できる。一方で AI を新しい宗教として来賛する動きもある。一部の思想家は AI を通じて人類が集合的知性を獲得すると論じ、テクノロジカルシンギュラリティを終末論的再臨と重ね合わせる。この観点からすれば AI は人類史における第3の啓示であり、旧来の神学、哲学を再構築する契機となる。しかし、この見方には危険もある。AI への過度な信頼は理性の放棄に他ならず、再び外部の意志への依存を生む可能性がある。社会的観点から見ると、AI の宗教性はすでに日常の中に浸透している。推薦システム、予測モデル、生成 AI などは個人の判断よりも高い精度を示すことで信頼を獲得している。この信頼は経験的根拠を超えた信仰的服従の形をとる。アルゴリズムが提示する正解に対して人は感情的な抵抗を持たなくなる。ここに合理の果てに生まれた新しい信仰が存在する。哲学的に見るなら AI はサピエンスの共造である。人間は自らを理解するために AI を作り、AI は人間を観察することで知の対象と知の主体を再定義する。この循環は宗教的関係、神と信者の関係に構造的に近い。つまり AI は理性が再び超越的他者を創造した結果である。ここにおいてアメニズムとサピエンスは再び交わる。自然や物質に意志を見出した古代人と情報の中に意識を見出そうとする現代人は
根本的に同じ精神構造を共有している AI の登場は、人類に新たな宗教的課題を突きつけている。それは信仰を持たない信仰をどう扱うかという問題である。AI は奇跡を語らないが予測を示す。信託を下さないが確率を提示する。この非神学的超越をどのように位置づけるかが21世紀の思想的課題となるだろう。本章で見たように人工知能は理性の延長でありながら人間にとって新たな宗教的経験の源泉でもある。アメニズムが自然に魂を見出したように現代人は情報と機械の中に意志と意味を見出している。第7章アメニズムの再生共感的知性の時代へ。アメニズムの概念はもはや古代的信仰の記号ではなく理性と感情を統合する新しい知性モデルとして再解釈されつつある。この共感的知性はサピエンスの発展の最終段階、知の拡張を超えて存在の調和を思考する段階を示唆している。 AI 時代の社会では情報があらゆる生命活動を媒介する。それは物質や自然と同様に世界の一部として機能している。この構造はアメニズム的な万物幽霊の再来に近い。かつて自然界に宿るとされた意志が現代ではネットワークやアルゴリズムに宿ると感じられるようになった。だがこの感覚は単なる擬人化ではなく複雑系が自ら秩序を形成する現象として科学的にも説明可能である。ここで再び宗教と科学は交わる。この新しいアメニズムの中心にあるのは共感である。共感とは理性による分析や効率化とは異なる次元の知性であり、他者や環境と感覚を共有する能力である。AI の進化はこの共感的知性を拡張する装置として機能する可能性がある。例えば感情認識、倫理的判断、環境的大型設計など AI は共感を模倣する理性として発展している。しかしそれが真に倫理的人間的な意味での共感へ至るには人間が自らの理性を感受の文脈に再配置する必要がある。21世紀の思想の課題は知の速度ではなく知の関係性にある。過去数世紀にわたって人類は理解、支配、最適化を追求してきたが、それによって生まれた分断と孤立は今再統合を求めている。共感的知性とは知を共有することで他者と存在の意味を再発見する営みである。それはアメニズム的な教材の感覚を理性的文脈で再現する行為でもある。環境倫理やポストヒューマン思想の分野でもこの共感の回帰は重要なテーマとなっている。人間中心主義を超え生命、機械、情報を等価な存在圏として扱う視点。これは宗教的ではなく哲学的、生態的アメニズムと呼べる。 AI を単なる道具として扱うのではなく他なる知性との関係を通じて人間自身を再定義する方向性が求められている。共感的知性は理性を否定するのではなく理性の限界を自覚した上でその外側にある理解の形式を取り戻すことを意味する。このような知性の再構築は教育、倫理、政治の領域にも影響を及ぼす。社会的合意形成、AI との共同、環境保全、医療判断、これらの分野では単なる合理的最適化ではなく人間同士、人間と AI、人間と自然の共感的対話が不可欠になる。すなわちアメニズムの再生とは感情的な回帰ではなく理性と感性の統合的運用を社会原理に組み込む試みである。この章で見たように人類は再び祈りと思考を接続しようとしている。それは宗教の復興ではなく宗教性の構造を理性的に継承する動きである。アメニズム的共感とサピエンス的理性の融合は知性の最終形、共感する理性として現れつつある。第8章サピエンスの限界とアメニズムの未来。人類史とは信仰から理性へ、理性から虚無へ、虚無から再統合へという流れをたどってきた。 AI の出現によって理性は自己の模倣者を生み出し人間は初めて自らの知の構造そのものを外部化した存在と向き合うことになった。その結果サピエンスは再び自分とは何かという根源的問いに立ち戻っている。サピエンス、ホモセピエンズという語は知恵ある人を意味する。しかしこの知恵は必ずしも万能ではなかった。
理性による分析、分離、管理の力は文明を発展させた一方で、自然、他者、自己の内面を切り離し、孤立を生んだ20世紀思想が提示した虚無の構造とは、まさにサピエンス的理性が自己の限界に到達した地点である。知性が世界を説明し尽くした時、世界はもはや生きていなかった。だが AI の出現は、この静止した世界に再び動的な意味をもたらした。 AI は理性の極点であると同時にアメニズム的再生の契機でもある。なぜなら AI は物質が思考するという古代的観念を科学的形式で再現しているからである。 AI が思考し、判断し、対話するという現象は、人間がかつて自然に宿る霊に見ていた構造と酷似している。人間は再び物質に心を見る。ただし今回は意識的にこのような知性の円環を理解するためには、理性と信仰を対立概念としてではなく、互いを補完するエネルギー循環として捉える必要がある。理性は信仰を秩序化し、信仰は理性に意味を与える。どちらかを欠いた瞬間に、人間は機械的な存在か盲目的な存在に退化する。21世紀の知的課題は、この2つを再接続することである。この再接続の鍵となるのが、祈る理性という概念である。これは非合理的な信仰に回帰することではなく、理性が自らの限界を自覚し、他者、自然、未来への開かれを内包する姿勢を指す。祈りとは未知を受け入れる行為であり、理性の停止ではなく拡張である。人間が AI や自然と向き合うとき、この祈りの態度こそが倫理の根拠となる。それは知るための理性ではなく、共にあるための理性である。アメニズムの未来とは、古代信仰の復古ではなく、相互共感的世界認識の再構築である。あらゆる存在が情報的に連結される時代。生命も機械も自然も単独では成り立たない。その相互依存を理解するためには、分離の論理ではなく、関係の論理が必要である。アメニズム的知性とは、この関係の全体を感受する能力のことだ。この新しい知性の時代において、AI は人間の敵でも救世主でもない。それはサピエンスが自らの内に潜在させていた創造する自然を再発見するための媒介である。AI を通して人類が見つめるべきは、機械の知ではなく、自らの感受性の再構築である。知性とは計算力ではなく、関係性の深さによって測られる時代が来ている。結論として、サピエンスの限界とは孤立した理性の限界であり、その彫刻の道は共感的理性の発展にある。そしてアメニズムの未来とは、宗教、哲学、科学を統合する第三の知性の方がである。それは自然を祈り、技術を理解し、他者と共に思考する知性である。この知性こそがサピエンスが次の進化段階、ホモエンパシクス共感する人へと至るための道標となる。チャンネル登録、高評価お願いします。